皆さん、こんにちは。はい、今日は私、久しぶりに読書ノートを持ってきました。はい。ですね、これ、今年私が書いている読書ノートなんですけど、チャンネルに結構何回も載せたように、私は、4、5年前から、トラベラーズノートに読書ノートをずっと書いてるんですね。で、このジャーナル系から読書ノートとか、スタディノートとか、そういう記録をちょっと保存する、そういう目的の、ノートの場合は、ほとんどこのトラベラースノートの企画に合わせて全部バインディングしてるんです。で、私はこのトラベラーズノートの企画がすごく慣れてて、ずっとこの企画で使ってるんですけど、じゃあこれが、狭くて嫌とか、なんかちょっと形が慣れないとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないんですね。とか、なんかサイズが合わないとか。なので、ちょっといろんなフォーマット、例えばもう文庫本サイズとか、英語サイズとか、いろんなサイズのノートに、ちょっとこの、私が使っている読書ノートのその形式で、書いてみたんですよ。で、どういう印象かちょっと紹介してみたかったんですね。なので、それ使うんですけど、で、実は私最近結構、システム手帳もよく活用してるんですね。よくフロッターとか結構、よく使ってるんですけど、その時に、ほぼ日 A5 サイズの、デイリーの手帳を結構分解してて、それで、システム手帳に入れて使ったりしてるんですが、それが新しいものを買って使うのもあるんですけど、結構前に残ってる中身を活用する目的もあるんですよ。で、一番よく活用してるのが、緑から出ている1日1ページっていう、そのデイリー手帳なんですけど、それをよく買うんですね。で、実はですね、多分私がよく通ってる文房具屋さんがあるんですけど、たまにこういう商品が出てくるんですよ。これ、緑から出てる、さっき言ってた1日1ページの手帳なんですけど、実はこれ2020年のものですね。で、これを多分私が買ったのが今年の頭ぐらいですね。2月か3月ぐらいだと思うんですが、実はこの文房具店のこの、金色のシールが貼ってるものは、30% 割引っていう意味なんですね。で、この文房具店いつもなんか手帳シーズンが終わっていく頃からは結構このシールが貼ってるものが増えるんですよ。それは当然日付が書いてるんで、多分それが全部、売り切れなかったら、割引して売ってるっていう意味なんですが、で、この1日1ページの場合は結構、ここには、マンスリーには字書いてるんですけど、後ろ全部フリーノートなんですね。なので、これすごくいいんですよ。なので、ちょっと割引をする時に結構買っておくんですけど、なのでこれも今年の頭頃くらいに買っておいたんですけど、さらにここちょっと展示品だったっていうことで 10% 割引ができてるので、これは買わないとと思ってちょっと買っておきました。このように結構なんかちょっと買っておけば、いろいろちょっとね、バインディングして使うことができるので、よく使っている方法なんですね。なので、今日のちょっとなんかサンプルの中でも、1日1ページに使ってみたっていう例が多いんですけど、まずはこちらですね。これなんです。はい。これなんですけど、これ、見てる通りに、1日1ページの文庫本サイズなんですね。一番小さいサイズなんですけど、ここに同じ、内容を書いてみました。実はこれは、以前に紹介してた、文庫本サイズが入るバインダーなんですけど、ここに私の場合は、ほぼ日手帳の、入れてて使ってるんですよ。普段は、このように、使ってるんですけど、ここにちょっと入れてみました。で、これで文庫本サイズに書いてみたんですけど、こんな感じですね。はい。で、こっちの方が、やはりちょっと、なんていうか、サイズが大きいのもあるんですが、実はこっちは5ミリメートル、5ミリの方眼ノートであって、こっちは6ミリぐらいのラインノートになるんですね。なので、ちょっと感覚もこっちの方が余裕があるっていう意味なんです。なので、ちょっと内容的に、ここの内容全部入ってないんですね。ちょっと途中で切ったんですけど、もし、トラベラーズノートに全部
入れるぐらいの内容じゃない。私はちょっと感想が短いとかの方がいらっしゃれば、多分こういう文庫本のノートもありかなっていう気がします。で、また、ここも、このプリンターのサイズを自分が使ってる同じサイズでも入れちゃってるんですけど、こちらも多分もうちょっとちっちゃくしてもいいし、もしなんかこう、大きくもう1ページ全部入るぐらいに貼ってって、それで、まあ、ね、反対側に内容を書くとか、そういう方法もありかなと思います。これ文庫本サイズもそうなんですけど、特になんかトラベラーズノートのペスポットサイズ、パスポットサイズに書きたいっていう方々は、ますますそれをおすすめしますね。ちょっと、片方にはプリンターを貼ってって、片方には、文章を書くっていう感じで、書けばいいかなっていう気がします。はい。っていう風な、この印象なんですね。なので、私の場合はこっちの方がやっぱりちょうどいいぐらいのサイズなんですけど、ここに加えて英語サイズを見てみたいと思うんですけど、はい、こんな感じですね。これはプロッターバインダーに、1日1ページの中身を入れて書いてみました。ここの内容が、多分、この辺ですね。はい、この内容なんですけど、やはり、そうですね、同じサイズですけど、高さが同じなので、そこまで違和感がないですね。なんですが、こちらやっぱり5ミリ方眼であって、こちら6ミリっていうことで、ちょっと間隔が空けてるので、こっちの方が余裕があるんですね。で、私の場合は字がちょっとちっちゃい方だし、細いペンが好きなので、5ミリ方眼の方が一番自分に合ってるんですけど、まあ、結構5ミリ方眼に書くのがちょっとキチキチって感じる方もいらっしゃるかもしれないんですね。なので、そういう場合はもうちょっと感覚があるノートに書けば、こんな感じになるのかなっていう気がします。で、また、この、なんていうか、トラベラーズノートの場合は、高さは英語なんですけど、横幅がちょっと狭いんじゃないですか。で、私の場合はこれが慣れてて、すごく安定感があるんですけど、これがちょっと狭くて、息苦しいっていう、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。なので、そういう面ではすごく英語サイズすごく広いんで、書きやすいし、何よりもちょっと題目書くのが余裕があっていいんですね。実は私ちょっと題目書くときに、最近すごくタイトルが長い本が多いんですよ。で、その場合、タイトルをこの感覚の中で、まあ、最大2行目までちょっとうまく入れないとっていう、そういうストレスさが少しあるんですけど、まあ、英語ぐらいに広くなれば、そういうストレスもちょっとなくなるのかなっていう気がします。もちろん、まあ、2行にはなったんですけど、結構余裕がありました。で、こんな感じになるんですが、こういう LINE ノート以外にも、ちょっとほぼ日手帳にも書いてみたんですけど、こんな感じですね。これは、これですね。はい。ここと同じページなんですけど、すごくちっちゃく書いたんですね。で、実は、トラベラーズノートは今5ミリ方眼で書いてるんですけど、こっちの、ほぼ日手帳の場合、多分方眼のサイズが 3.7 か 3.8 ミリじゃないですか。なので、実は多分この方眼一つの行で全部合わせて書く方あんまりないと思うんですね。なんですけど、私の場合結構2行、2つの2行に合わせて字を書くのがすごく苦手なんですよ。なので、私のほぼ日手帳を書くときに一番悩むところはそこなんですね。まあ、すごくメモったりする場合は大丈夫なんですけど、何か列を合わせて書くときに、なんか方眼サイズに合わせようとする自分を発見しちゃうので、それが結構ストレスなんですね。なのでちょっと試してみたのが、このようにちょっとスタンプを押して、そこに書いてみたんですけど、スタンプのその行の間隔がちょうど5ミリなんですよ。なんで、ここに書いてみたらすごく快適でした。すごく良かったんです。で、それで、もう、ともえりばっていう紙もすごく好きだし、もう書き心地もいいし、このサイズすごいわと思ったので、なんかちょっとほぼ日の感覚、ちょっと広く書ける、そういうセッティングだけできれば、
ものすごく心地よく、書けるのかなって思いました。はい。ちょっと戻って、このようになるんですけど、まあ、このようにちっちゃい字じゃなくて、もうちょっと大きい字で書けば、この内容の2倍ぐらいの分量になるんじゃないかなと思います。これは完全に同じ内容入っているので、多分同じ内容をこのサイズで書くとこうなって、このサイズで書くとこうなるっていう感じで見ていただければいいと思いますね。で、やっぱりこっちも広くてすごくいいし、何よりもちょっとね、やっぱりちょっと紙が好きなので、友よりは好きなので、すごく良かったんですけど、一つちょっと弱点かなと思ったのが、ほぼ日の場合は、スタンプを押すときに、ちょっとなんていうか、不安ですね。滑る可能性もあるし、早く乾かないしっていう部分があるので、そういう分だけはちょっとなんか、あれでした。なので、もし、ほぼ日手帳の中身の中ですごく、あんまり私は1月だけ書いてて、全然空いてるわっていう方々は、その中身だけこのように活用してもいいかなと思います。特に英語サイズの場合は、結構ですね、互換できるそのバインダーもいっぱいあるので、巣に穴だけ開けて入れればすぐ使えるからいいんじゃないかなと思います。そしてもし新しくほぼ日手帳で書きたいっていう方がいらっしゃれば、これをおすすめします。最近このデイフリーっていうもの出てるんじゃないですか。で、デイフリーっていうのは前に、ですね、マンスリーだけこう入ってて、後ろ全部フリーノートなんですよ。こうなってるので、もし私のように、月間と、リビューのところを一緒に使いたい方いらっしゃるんじゃないですか。それで、このような月間を、ここの月間の方に同じく活用してて、後ろはこのようにリビューで使えばっていう感じで、これすごくいいなと思いました。もちろんこれも文庫本サイズもあるので、もし、ほぼ日に整理したいっていう方は、ここにジャーナリングするっていう、方法もあるかなと思います。はい。はい、このように、自分が書いてる読書ノートの形式をいろんな形でアレンジをしてみたんですけど、皆さんどうだったんでしょうか。来年から結構なんか、私は読書ノートを書きたいとか、いろんなジャーナリングをしたいっていうふうに考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、でもちろん私は読書が好きで本でこう書いてるんですが、そもそも本はあんまり好きじゃない、読まないっていう方でも、普通に映画ノートでも、ドラマノートでも、最近結構ネットフリックスとか、流行ってるんじゃないですか。っていう場合、そういう動画とか見た時でも、ポスターを普通に貼っていって、それで記録を残すっていうのもすごくありかなと思います。もし、すごく文房具好きで、いろいろ手帳は書いたい。でも、どう使えばいいかわからないっていう方がいらっしゃれば、多分こういうジャーナリングの方もあるので、ぜひ活用してみたらどうかなと思います。今日も結構長くなったとは思うんですけど、皆さん来年も楽しい、ジャーナリング、楽しい手帳生活を一緒に過ごせばいいかなと思います。今日も長い動画見ていただき本当にありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。